今は近所の肝別川の河川敷歩いてます。今日は結構気温が高くて、多分昼間27、8度ぐらいまで上がって、今も4時ちょっと前、夕方4時ちょっと前で、まだ虫がそんな飛んでる感じじゃないですね。虫飛び始めたら魚も元気になると思うので、ゆっくりゆっくり、もうほんと釣り歩きっていう感じでのんびりやっていきたいと思います。で今日はこんな感じでカヤック用のショートパンツと、カヤック用のこの底がフェルトになったシューズ履いてきてます。だからまあ河原にここから降りていくのも草があると足が切れちゃうから、どっか適当に降りれるところで降りて、であとは河原を歩いていければいいかなと、もう喋りながら準備したいと思います。で釣りは15年ぐらい前に海外から戻ってきた時にちょっと持て余してた時があって、そこでフライフィッシングを覚えて、で最近正直釣り熱はそんなに以前ほど大きいのを釣りたいっていう気持ちもなくなってきて、適当にもしやる機会があっても1日1時間や2時間できれば十分っていう感じだったんですけど、動画を撮り始めてから魚が釣れるシーンを撮りたくなって、でそこからまた釣りし始めてたらやっぱり楽しいからっていうのが最近また釣りの楽しさに目覚めてる状態です。天からはほとんどやったことなくて、今までも1回この川で少し自分の独学でやっただけなんで、はっきり言って何もかも素人です。ちょっと思ったより届かないな。ライズがあればいいんですけど今はないですね。投げ方は多分問題があるな。あんなんだったら魚ちょっと警戒させてしまいます。でも水温はそんなに低くはないと思います。ぬるずっと入ってたら冷えるんだろうけど、なんだろう、前ちょっと天から遊びでやった時はもっとちゃんとラインが伸びてったような気がするんですけど、今日はくしゃくしゃですね。何かが違う。あの辺でライズがあったんですけど、ちょっと投げ方勉強しよう。このちょっと舐めすぎてました、天からを。こんなもうすぐできんだろうとか思ってたんですけど、そうでもない。ちゃんと勉強しないと。こうあれかな、フライの今はまだいいな。フライの容量だとこうロッドしならせてラインをくるくるっと伸ばすけど、これは間違ってるかもしれないけど、ラインとロッドを一直線にするような、そのまま振り下ろすようなイメージの方がいいのかな。あまりロッドをしならせてってやるとくしゃくしゃになっちゃう感じがするので、これ当然やってるうちにやっぱりフライの方が遠くまで届くし、いろんなアプローチの仕方できるんで、この点からの制限にイライラすることもあるんですけど、でもこういう小さい川でなんかロッド振り回してるよりは、フライロッド振り回してるよりは、なんか点からは点からでスマートだなと思って、そうは言いつつ、最初にやった時は魚が点からにそれなりに反応するけど釣れないから、フライの装備に変えて出直してきて、いつもエルケアカティスクを使う理由は、よく浮くのと視認性がいいのと、視認性がいいのとで魚が反応しやすいっていうのはあるんですけど、こういうところだったら近いから、もう少し視認性が落ちたとしても魚の反応がいいぐらいの方がいいと思って、ロイヤルコーチマン、これも魚の反応いいです。一発目に魚出てきたんだけどダメだった。視認性は落ちるけど、こういう小さい河川だったらもう目の前だから
明らかにこっちの方が反応いいので、魚、特にこういう三角形流みたいなところだと。でもフライ変えたら最初の一発目は出てくるんだ、やっぱり。もう出てこないんだね。さすが肝別川の魚、1回しか出ない。毎回思うんですよ、その1回目が勝負で、そこで取らなきゃダメだって。だけど必ず気が抜けてますよね、1回目って。なんか1投目って調整投みたいな気持ちになって叩きつけるようにやるのが良くないのかな。今のぐらいで飛ぶとがいいような気がするけど、叩きつけるようにやってるイメージありますよね。なんか1匹は釣りたいんだけど、なんか小さいお子さんいるお父さんに子供と釣りしたいんですけどどうしたらいいんですかって聞かれて、もうすごい難しいのね。普段僕が行ってるところって子供がなかなか入っていけるようなところじゃないから。だけどここだったらなんかこんな感じだし、水深も15センチだからぐらいだから、親御さんが、お父さんお母さんがしっかり見てあげられるんだったらこんなところもありかな。もちろん釣れた方がいいけど、どうでしょう、小さいお子さん連れてくるんだったらこういう場所であったかい日に一日遊んだらどうかな。魚がもしかしたら釣れるかもしれないよぐらいの感じで。平田カリスに戻しました。やっぱり視認性こっちの方がいい。ストレスなく釣りしたいから、多少魚の反応が高いものよりも、決してカディスが悪いわけじゃないし、まだいまいち距離感がつかめない。難しいね、こういう木のあるところ。よし、出たけど取れなかった。ちょっとこれやっぱり合わせが難しい。今出たんだけど、このグッと合わせるのがフライだともっと自信持ってできるんだけど、特に今みたいに上が詰まってる、枝で詰まってたりするのが分かってるとちょっと合わせが自信がないな。でも魚は出た。だからこのフライでも自信を持ってやればいいと思う。少し上手くなってきたんじゃない？なかなかラインも伸びきってるし、いいと思う。うわ、今の釣ったかな。あれは全然いい魚だよ。今の釣ったかな。すごいのいるじゃない。あれは尺かも。尺紙はないか。でも25ぐらいはあると思う。あんな大きいのでもジャンプするんだな。そしてね、こうやって姿を見てしまうってでフライに出てこないともう迷いが生じるわけですよ。フライを交換すべきかどうかって。
なんかおかしい。おかしくないか。さっきも釣りたいな。大きかったもんな。ニンフつけたいっていう気持ちになっちゃうな。それはいかんよ。それはいかん。ここ潰したくない。はあ、それはいかん。さっきうまくできたと思ったらもうできなくなってる。何なんだろう。まだ体に身についてないな。あとやっぱり引っかかると、一回引っかかるとビビる。こうラインがくしゃくしゃと同じ場所に落ちてるでしょ今。ああいうのは魚がどう考えても警戒するんで、あんな餌ないから、やっぱりフライだけがスルスルっと伸びていって、これダメ。今のはまあ引っかかったけど、ちょっとティペットがもしかして短いかな。でもちょっと合わせを考えるとあんまり長くしたくないんだよな。でもちょっと短い感じするね、ティペットが。全然出ない。さっきの姿みたいなんだよな。これだから釣りは楽しいよね。やっぱり姿を見るか見ないかってめっちゃでかいから、見ちゃうと固執しちゃうけど、他にもいるから。セミがまだ鳴いてるね。かといってここにさすがにセミ流そうっていう気にはならないな。食べるとは思うけどね、ヤマメとかイワナとか。当然食べるけど、特にこの天からやりながらセミフライつけようとかって思う。そうだったらフライでやるわ。ね、予定さん。出たけどね、やっぱ合わせられないね。そんな超ちびっこじゃなくて、割と20センチ台のいい型の魚なんだけど、合わせができない。でもこんなところ人がいっぱい入って魚なんか釣れないと思ってたけど、やっぱり魚それなりにいるね。いるし、ちゃんと反応してくれる。あとまあ腕さえあれば全然釣れるよ。ここにいそうだなと思ったところにちゃんといるから、そんなそれなりにいるんだよね、これ数が。こういうところナチュラルドリフトできるのが天からのいいところって感じする。ちょっと合わせがいまいちよくわかんないけど、5回に1回ぐらい綺麗に飛んでいくな。まっすぐ、そうまっすぐ下ろす、まっすぐ下ろす。
いいんじゃない？まっすぐ下ろす。いいのかなこれ。でもフライの打ち方はあれでいいと思う。ただ点からとして正しいのかどうかはちょっとわかんない。まっすぐ。うん。これだったら魚が出てくると思う。おお、いいね。ああいうの釣りたい。そんなに大きくないけど、ああいう元気なやつをね。やっぱりいるよね、魚。紐別が。めっちゃいるよ、これ。今日だけでもだって、あんなジャンプしてんの見かけてんの3回目ぐらいだもん。この短い時間に。よし。やっぱり合わせられない。合わせられないっていうか、もうすっぽ抜けることが怖くて、かかってんのにあれ合わせれたらよかったと思うんだよな。フッキングしたと思うんだよな。バカだな。よし、次は合わせる。次は合わせる。次がなかなか来ないけど、今のだってそんないい魚だったのにな。次は怖がらずに合わせる。さっきジャンプした魚だろうな。今の釣りたかったな。よし、今の合わせたよ。合わせたけどやっぱり予想通り抜けた。こうなるから合わせられないと思ってるけど、でも何が悪いんだろう。強すぎるんだ。強すぎるんだ。程よく合わせる。素早く合わせる。程よく素早く合わせる。恐れずに。これだけフライに出てんだから釣れない方がおかしい。魚はやる気ある。虫が出てる。魚はやる気ある。しかも魚はいる。やる気のある魚がいる。フライにも出てくる。あとはフライにも出てくるんだから流し方は悪くない。食べてるんだからね。あとは合わせ。釣りたいな。多分早すぎるんだと思うんだ。一呼吸置いてだけど素早くだと思うんだ。こんなにフライと違うかな。もうちょっと向こうに飛ばしたいんだけど、ここなんか間違いなくいるんだけど、間違いなくいるんだけど、引っかかるよね。うわ、あんなところ通したのにダメか。あんな大変なところ通したのにって人間の言い分、魚には関係ないのか。今日一体何匹フッキングさせたろう。5匹ぐらいフッキングさせたような気がする。1匹も取れなくて毎回同じところでフッキングっていうかフライをちょっと加えてもらったぐらいっていうか、フッキングしてないんだよ。ここも絶対いるから、まず思い通りのところに飛ばせないっていうところをなんとかしないと。でもそうやってフライもなんとか上達してったからな。当たり前だけど最初からうまいわけない。
出ないんだねえ。あんなところ絶対出ると思うでしょ。もうちょっと向こう。いや届かない。こううまくいく時とうまくいかない時もさ、なんだろう。スーッスーッスーッ。こうやっぱりループを作っちゃいけない。ループを作っちゃいけない。ループを作った時はぐしゃぐしゃってなっちゃう。だからフライのことは忘れた方がいい。知らんけどそれが正しいのか。今みたいなダメよね。今みたいなダメ。今のは最高でしょ。最高でしょ。これ点からデビューとしていい出方した。てか取れてるよね。取れてなかったら泣く。取れてるよな。お、すごい魚追っかけてきてる。あ、イワナだ。うい、取れてるかな。あ、取れてる取れてる。やった。はい、エゾイワナちゃん。おいおいおい。お、元気。初の獲物エゾイワナが釣れて、もう GoPro のバッテリーがリリースが完了する1秒か2秒ぐらい前にピュピュピって言ってバッテリー切れて、いやほんとギリギリ取れた。なんかいつもエゾイワナに助けられてる気がする。どうやったら恩返しできるんだろう。まあでもやっぱいいわ。ほんと釣りって最高。こんなに楽しかったかな。なんか最近いつもそんなことばっかり。もうどんなことかって、物事の本当にごく一部しか見れてないっていうか、ああでもよかった。やっぱり天から面白いね。まあ釣り面白くない釣りはないと思うけど、そもそもぬるいな、お湯が。お湯っていうか水が全然冷たくない。これだったら1日入っても大丈夫。何のバカなことしてるんだ。今 LINE 交換して一発目。でもフライ始めた頃もこんなんだったかも。
よいしょ。さあそろそろ足場短パンでも上がれる場所があったら上がるようにしないと。お、ヤマメだ。ヤマメだ。よいしょ。よしよしよし。小さいけどヤマメは可愛いよね。よいしょ。はいはいはい、このまま。よし。はいはい。よかったよかった。天からで初ヤマメはいけないこともないんだけど、足が傷だらけになるから。国際地な、強引に突破するか。イワナだ。よしよし。よし、もう上がろう。これなんでも。13分。よしよし。ほぼ1日目としては。よいしょ。